おはようございます。阿部義俊です。これはモンブランというドイツの万年筆メーカーのマイスターシュティックというシリーズの万年筆です。クラシックと146、149というシリーズになります。で、もう詳しい人はこの段階でわかるかもしれないですけど、この中に1本だけ3000円で売られている中国製の偽物の万年筆が混ざっています。で、ちょっとずつヒントを言っていくと、これが全長149ミリ。これも同じく149ミリ、146ミリ。こいつはね、ほぼ140センチ、138とかなのかな、ぐらいです。で、こいつはさらに短くて、ここで見ると135ぐらい、136とかかな。そのぐらいの、全長です。っていう、ヒントを出すと、詳しい人はさらに、わかるんじゃないかと思います。で、答え先言っちゃうと、右から2番目のこいつが、偽物です。どこでわかるのかっていうと、これが一番おそらく有名なその149という一番大きなそのモデルで、全長がだから149ミリなわけですよ。で、これが146ミリなわけですよ。これが一番重さとその筆記感のバランスのいい146というモデルで一番人気なのかな。これで見たらわかると思うんですけど、この2本はそのクラシックというシリーズでまたちょっと違うんで、たまたまちょっと持ってたんで面白いんで並べてみたんですけど、この3本を比較するとわかると思うんですけど、149なわけですよ。149っていうのはこの長さ149ミリで、この大きな太い軸なわけですよ。で、146っていうのは146ミリで149よりもちょっと細身になってるわけです。で、こいつはこの偽物は長さが149ミリなのに太さが146と同じ太さなわけです。だから多分ここで並べてみててその長さの差が分かる人は、あれこれ149の長さなのに太さは146と同じだっていうんで、そんなモデル多分マイスターシュティックもなんか種類がいっぱいあるんで自信ないですけど、でもおそらく149はずっとこの太さだったと思うので、こういうモデルは多分ないと思うんですよね。そのあたりで分かるんじゃないかなと思います。で、そこからこれを開けると一番分かりやすいのは、もともとのモンブランは回転吸入式で、ここをひねると、今ひねるとインク出ちゃいますけど、ここをひねると中のピストンがこっちに回すと下がっていて、一番下がったところでインク瓶の中にペン先をつけてこっちに向けて回すとピストンが上がっていってインクが吸入されるわけです。そういう回転吸入式という機構なんですけど、こいつは回しちゃうと取れちゃうんですよ。もうだからそのパッと見を似せてるだけで中身的にはもう完全に別々なんですよ。こいつをひねると中のピストンが上下するんで、回転吸入式には違いないんですけど、ものすごく安い作りになってるわけです。で、ここ開けると持った感じのその金属かどうかもわからないようななんか軽さとメッキ感みたいなもので、偽物っていう感じがすごくするんですけど、ただよくできていてパッと見はちょっとわからないですよね。で、見分け方としてはより詳しく話をすると、自分もその専門家ではないので自分が見て触って、感じたその本物と偽物の違いっていう、話し方になると思いますけど、年代によってちょっとこの刻印とか微妙にいろいろ違うんですよね。ここのそのクリップのリング部分とか、むしろこの149だけがちょっと位置が違ったりして、なんかパッと見こいつが偽物っぽかったりもするんですけど、こいつは多分年代的にこういう位置に、あるいは149はここの位置なのかもしれないですけど、リングが来ていて、でこっちはそのなんかちょっと上にあるんですよね。で、そうだな、一番大きな違いはちょっと多分動画では差が細かすぎて見えないと思うんですけど、ここにそのマイスターシュティックの有名な星型の白いロゴがあるんですけど、こいつが基本的にはこの黒いそのレジンのパーツの中にこの白いパーツをはめ込んでるわけじゃないですか。だけど本物はここの黒い字とこの白いロゴのパーツの継ぎ目が触っても写真で拡大してもちょっとわからないぐらいピタッとつらい字になってるんですよ。こうやって触ってみてもなんか1個のパーツにしか思えないぐらいピタッとしてるんですよ。これがこの偽物になるとまずロゴのこの部分の白い材質が明らかにそのなんかチープ感があるんですよね。なんかちょっと微妙にうっすらと透明感があるような、なんかなんていうかな、そのすごく質感のいい白なんだけど、こいつはなんか真っ白になんかそのプラスチックみたいな質感で、そしてちょっとここの継ぎ目のとこ爪を当てたりするとここでカッと爪が止まるぐらい明確にがっちりと溝ができてるんですよ。なのでその辺が分かりやすいんですけど、だからこいつははめ込んでるけど、このはめ込んでる精度がめちゃくちゃ低いというか普通なんですよ。こっちはむしろ異常なんですよ。すげえぴったりとはめ込まれていて精度が高いんですね。これは適当にやられてる
パッと見わからないけどよく見ると、僕老眼なんでもうちょっとわからなくなってきてますけど、触るとわかる、なんか溝があるっていうのがわかるわけです。そのあたりとかでもちょっと偽物っていうのがわかりますかね。他のモデルもやっぱり触ってもちょっとわからないぐらいピタッと一体化してます。あとはモンブランのなんかくるくるやってて落っことしそうだな。この黒いレジンの材質がそのモンブランレジンというなんかその特殊な配合のもので、ちょっと確かになんか手に吸い付くようななんか独自の質感があるっちゃあるんですけどでもそれは見分けつくかなと思って目つぶって何度もテストしてみたんだけど、なんだろう、五分五分よりは当たるけど微妙に外すというか、なので自分ではちょっとはっきりと分からなかったりするので偉そうなことは何も言えないですけど、でもこのキャップを外したりすると、まず一番大きいところは他の全部のモデルそうなんだけど、このキャップのこの部分がすごくピタッと一体化していて遊びがほとんどないんですよ、本物は。でキャップポストするとほらこれ緩やかな曲線になっていて、どこにもなんていうのかな、カクっていう分かりやすい段差とかないじゃないですか。だけどはめるとピタッと収まって全く揺るぎがないんですよ。どういう内側が作りになってるのか分かんないけど、必ずここでピタッと止まってる。で全く遊びがなくピタッとしていて、じゃあすごいきつくはまってるのかっていうと、外す時は簡単に外れるんですよ。でなんていうかな、ここに例えばなんかこうキャップはめた時にそこに跡がつくかっていうと微妙につくな、なんか傷がつくぐらいの跡がつくかというと、もちろんそんなことはなくて、ピタッとはまってピタッと外れて、ではめてる間は本当にこうやっても全く揺るぎがないぐらいピタッとはまる。そしてキャップをはめるとこの辺の質感で本物偽物っていうか本物の精度の高さが分かるんだけど、パチッとはまってまだネジ回してなくてももうこの遊びがほとんどないんですよ。で回転させてる時の質感みたいなものはちょっと言葉で説明しづらいけど、なんていうかな、この機構に遊びがなくて、このパーツとパーツの精度がすげえ高いんですよ。で偽物を触ると分かるんだけど、まず閉めた時にこのネジ溝とこっち側のネジ溝がなんかね当たってガリ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 って言いながら入っていくんですよ。でピタッと奥まで入れた時もここグラグラなんですよ。全然こっちとこっちのパーツの大きさが合ってないので。ただネジの溝がもちろん同じ径になってるからひねれば止まるんだけど、ここの部分もキャップ部分とボディ部分の隙間がすごく大きいし、すごくって言っても多分1ミリに満たないぐらいの差なんだけど、でもこうして見るとよく見るとって言ってこの動画のあれでは伝わらないと思うんですけど、でもね実際触ってみるとここつるっといった遊びがなくピタッといっているのに対して明らかにこの一段段差ができてるっていうか、ちょっとした違いなんだけど、そうだな、このレジンの質感もただ手で触っただけだとわからないんだけど、このキャップを閉めた時のこの当たった時のプラスチック感っていうか、なんかね安っぽいカチンと音がするんですよ。でこっちは確かにこいつとこいつが当たった時のなんかね音がね確かに高級感があるんですよ。なるほどねと思って。ただそれは僕はこの偽物を触って比較しないとちょっと分からなかったですね。これを触ってみて初めて本物がいかに精密に作られているのか分かって、ちょっと改めて感動し直すというか、あとはこれもなんか正直自分がもうちょっと目が悪くなってきてるからっていう言い訳をしてしまうけど、ペン先を見た時に一目でなんか分かるような話だったんですけど、偽物は後で写真を載せますが、真ん中に丸いハート穴っていう穴が開いてるわけですよ。でそこから切り割りっていうこの金属の板を左右に切っている溝っていうか切り込みがあって、でペン先が先っちょの部分で2つに分かれてるわけですよ。このハート穴とこの切り割りが明らかにめちゃめちゃずれてるんですよ。このペン先の一番重要なパーツがすげえ精度が低い適当に作られていて、ただペン先の金属の左右は同じ大きさなんで一応かけるにはかけるし、書き味自体も決してものすごく何か粗悪な感じではないのがちょっと意外というか、そうなんだっていう感じですけど。あとは僕は正直気づかなくて、自分の11歳の長女に
見せたら一目でこれって言って偽物を指さして「なんで一目で分かったの?」って聞いたら、そのペン先のこれが違うじゃんって言われて初めて気づいたんで、僕はもう恥ずかしい限りで、逆に自分の子供の方が見る目があったんでびっくりしたけど、他のこの3つぐらいを並べると分かると思うんだけど、右から本物、偽物、本物なんですけど、自分でも分かったのはペン先に刻印が入ってるじゃないですか。どれもちゃんとというか偽物の方はちゃんと偽物なんですけど、4810っていうそのモンブランの山の高さかな、数字があって、で同時にモンブランの M のロゴが入っていたりとか、ちょっとしたその飾りが放り込まれていたりするんだけど、真ん中のやつはまずその切り割りがずれてるせいで中の刻印もずれてるんですよね。でそれはそれとして子供が見て一目で分かったのは、真ん中は1枚のこの金属の板をこう丸めて、ペン先の形に加工してるわけじゃないですか。モンブランのその本物のペン先は単純にこの丸めてるんじゃなくて、ちょっと側面見たら分かりますかね。ペン先が反ってるんですよ。要するにただこういうふうに丸めただけじゃなくて、そこからさらにこういうふうに反るように微妙なカーブをつけて加工されていて、それは単に高級感を出したいからじゃなくて、この加工があるせいでその適度な強度と適度なしなりがあって書き心地がいいわけですよ。それはこういう149の大きなペン先も146のペン先もどっちも少しだけ反っていて、そうですね、クラシックとかの小さなペン先でも単純に金属の板を丸めてるだけじゃなくて、そこからさらに曲線を作ってるというかカーブしてるんですよね。それが書き心地を作ってるんだけど、この中国製の偽物はただ単に見たらわかるかな、ただ薄い金属の板をくるっと巻いて切ってるだけなので、ここの横がまっすぐなんですよ。なのですごくチープな作りで。自分はだから一目見てただけでは分からなくて恥ずかしかったですが、そうなんですよね。何か形が寂しいなという印象を持っていて、何か本物の方がいかめしいというか何か重厚感があると感じたんですけど、それは形状が複雑なんですね。こいつは本当にただの金属の板をまっすぐにくるっと巻いているだけで、なので書き味が単純というか。だから書き味が必ずしもすごく悪いわけじゃないあたりがなんか難しいところですけどね。やっぱりでも本物の方が適度な力を加えた時に適度にペンがしなって、でもしなりすぎなくて、ペン先も程よく滑って、だけど紙の抵抗をしっかり、拾ってくれてるんで、止めたいところでピタッと止まる。こいつは逆に言うとツルツルしすぎちゃっていて、なんかツルっていっちゃうんですよ。なんかそのあたりもだから書き比べてみると、ペン先はもうだいぶ書き味は全然違っていて、そのモンブラン、自分の持ってるものが中古だったり、こいつは、いただき物なんで本物、間違いなく本物でなんだけど、30年前のものなんでね。でもだからそのペン先の書き味はだいぶ違っていてみたいなことで、パッと見で言うとそのぐらいかな。もう少し使い込んでいくとなんか細かい差が見えてくるかもしれないですけど、1日2日触った感じで、気づいたその差としては大きくそんな感じですかね。でここから絵の学びについてのちょっと話に、うまくつないでいきたいんですけど、自分はこの本物のモンブランを使っている時にはもちろんいいマネースだなと思って使っていたわけだけど、その良さっていうのが何がどういいのかっていうことをきちんと言語化できずにいたわけです。なんとなく自分の無意識のレベルで、例えばだからこのキャップをパチッとはめた時のこの気持ちのいい感覚みたいなものに対して漠然と高級感とかなんか精度の高さみたいなものを感じてはいたんだけど、それをうまく言語化することができずにいたわけです。例えばキャップポストした時の本当にこのつるっとしたパーツなのにパチッと止めると必ず同じ場所でピタッと止まって、そして触っても全くガタつきがないわけですよ。でキャップを外そうって人間が思うぐらいの力で、キャップを引っ張るとそこでスルッと抜けるわけですよ。でそれに対してだからあまりにも自然に使えてしまうんで気持ちよく使っているんだけど、それがどのぐらいの技術の高さによって成り立ってるのかみたいなことが全然わからないというか、実感できてなかったわけですよ。それがなんかけなす文脈であまり言うのもあれだけど、この偽物を触ってみると
この例えばキャップ開ける時にネジがちょっと引っかかってしまって、引っ張って開けようとしても開かなくて、グラグラして開ける状態になってるのにうまく開かなくて、ちょっともう一回ひねらないと開かなかったりとか、あるいはだからその本物はどんなにラフにこう入れたとしても、何て言うかな、このパーツがこの蓋の奥の部分に当たる時には必ずここがこいつとなんかね、このピタッと平行になってパチッと気持ちよく入るんですよ。どういう仕組みなのかわからないけど、とにかくピタッと入るわけですね。こいつはなんか斜めのまま斜めにいっちゃうんですよ。なので蓋開けた時にもこう片側だけがこの奥にカチッと当たって、それからこう平行になるんで、中でこうガタガタっとして、ネジ締める時もなんかグラグラしながら締まっていて、一番締まった状態だともちろん固定されるんだけど、ちょっとでも緩むともうガタガタなんですよね。がネジを開けたり閉めたりする時にちょっと気持ち悪さになっていたり、安っぽさになっていたり、このこのネジ溝をこすっちゃうこのガリガリっていう音が、本物もそれがこう無理やりやればゼロではないんだけど、でもそれをほとんど感じることなくパチッとはまってパチッと抜けるんですよ。そしてこいつだからキャップポストした時にやっぱりもうこの時点でちょっともうぐらついてるのがわかるかな。もうグラグラなんですよ。そのギュッてはめてるのにグラグラなんですよ。だからちょっとした力が加わっただけでこいつはもうカタっていっちゃうんですよ。で抜けちゃうんですよ。でそれが当たり前だと思うんですよ。こんなツルツルの滑らかなパーツなので、めちゃくちゃ硬く、いやダメだ、やっぱめちゃくちゃ硬く入れてもちょっと横に力が加わるともうガタっていっちゃうんですよ。なぜ本物はそれがピタッと吸い付くようにはまるのかよくわからないですけど、まあだからそのあたりがだから本物と偽物の違いの一つだったりして、でそれが自分は使っていて気持ちいいなっていうその無意識のレベルでの気づきはあるわけなんだけど、でもやっぱり偽物に触れて、初めて今みたいに言語化できるようになる。映画とかでなんかよく聞く話だけど、名作とか大作ばっかり見ているとそれがどのぐらいすごいことなのかあんまりよく分からなくて、で B 級の作品とかを見たりすると B 級は B 級で良さがあったりするわけだけど、改めて例えばその大作のお金かかってる映画とかを見ると、すげえ金かかってるみたいなことがはっと分かったりするじゃないですか。そこで、急に言語化できるようになって、で言語化できるってことは解像度が上がってるんですよ、その対象物に対する。で自分もやっぱりこのなんだろうな、この偽物一本ちょっと触っただけで本物に対するその解像度が、結構大きく上がったわけですよ。だからとてもいい経験になって、偽物自体があまり褒められたもんではないですけど、でもまあいい経験になったわけですよ。でこの解像度が上がるっていうのがすごく大事で、やっぱり差のあるものを2つ並べてその差に気づいていくみたいなことで、解像度が上がっていくんだろうなと思うんですよ。だから例えば絵を描く時でも、あるいは他の人の絵を見る時でも、何かある作家さんの例えばなんか自分の好きな絵柄の人の絵はなんか自分にすごく刺さるけど、そうじゃない自分の好みとは違う絵はそれが例えば人気のある絵だったり有名な人が描いた絵だったとしても、なんか自分にはうまく刺さらないっていった時に、そういうものを比較してみると、どの部分が自分を感動させてどの部分はそうじゃないのかみたいなことが分かったりするじゃないですか。そうやって、自分の中の解像度を、ちょっとずつ上げていくといろんなことに気づけるようになって、それが例えば今の僕のこの話は万年筆なんだけど、このことに気づくことによってなんか気づく力みたいなものがついていて、これ自体は万年筆の知識なわけだけど、この気づきのコツみたいなものがいろんなものに応用できて、これによって多分自分はなんか他のものの小さな差とかにも気づきやすくなったりとか、その気づくきっかけとかなんかコツみたいなものがちょっとつかめてきているんだろうと思うんですよ。それが例えばなんか最近で言えばなんかコーヒー好きになったんだけど、コーヒーとかも今まで30年間毎日のようにコーヒー飲んでたのに、味の良し悪しみたいなことは全く気に留めてなくて、眠気覚ましになればいいやとか、ちょっと気分転換になればいいやとか、あったかいものが飲みたいとか、そんなような理由でなんとなく飲んでいて、味については全く頓着していなくて、それが改めて味を意識してとか舌触りを意識してコーヒー飲んでみるといろんな差があることが分かって、でそうなってくると面白くなっていくわけですよ。絵とかも何か上達のきっかけっていうのはなんかこの解像度が上がる瞬間にあって、解像度が上がって細かい違いが分かるようになるととにかく楽しくなるんですよ。自分は特にそうなんだけど、
だからこういう文房具もそうだし万年筆もそうだし、絵を描くっていう仕事で言えば、その絵を描いてる時も何かうまく引けた線とうまく引けなかった線の間には何か直感的に違いがあるわけですよ。でもそれが何の中が分かんなかったりするわけですよ。でもそれがうまく描けなかった絵と、うまく描けた絵とこう自分の中で比較していくと、うまく描けた時にはこれがあったみたいななんか気づきがあったりするわけですよ。そういうことを繰り返していくと、絵であれば絵に対する解像度がコツコツとちょっとずつ上がっていくと、自分で手を動かして絵を描く時でも上達のきっかけみたいなものがそこからなんか降ってくるというか、その気づきの部分になんか上達のなんか大きなきっかけがなんか眠っていることが多いわけですよ。なのでなんか上手くなるコツってなんだろうってなんか考えた時に、自分の中でいろんな要素があると思うんだけど、今なんか万年筆いじっていてそのちょっとした気づきがあったわけだけど、この時に気づいたのは、だからその解像度が上がる瞬間になんか自分はその上達のきっかけを得ることがすごく多くて、でじゃあ解像度が上がるきっかけって何だろうって言ったら、今みたいにこの場合で言うといいものと悪いものを並べてみてその違いに気づく。ただいいものだけを見ているとなんか全然気づけなかったことが一個そうじゃないものがあって、差があればその気づけるんです。要するに相対評価、人間はなんか相対評価でしかなんか物を見れないところがあって、絶対的にいいものを触っても漠然といいなと思うだけで、なんでいいのか全然言語化できない、なんか漠然と使い心地がいいとか、なんか漠然と触り心地がいいっていうような基準がないまま漠然といいなと感じてしまう。無意識のレベルでこういう細かい違いって気づけて、絵の中でもそうで無意識のレベルでは気づけてるんだけど言語化できないんですよね。それが比較対象っていうか、差のあるものが一個隣に来るだけでこの音の違いが分かってもらえるかな、すごいプラスチック感があるんですよ。触っただけではこうモンブランのレジンとこいつの違いを指先の感覚だけで分かるかっていうと、分かる人は分かるのかもしれない。僕は分からなくて、でもキャップをこのパースとパースがちょっと擦れたりちょっと当たったりする瞬間の音とか感触で明らかに本物と偽物が違ったりする。でそれが分かると、この本物の方のこのネジ回転させるだけでも全然違うっていうのが分かるんですよ。だから何事もそうだけど、きっと上達のきっかけっていうのはその解像度が上がる瞬間にあって、解像度が上がる瞬間を作ってくれるものっていうのは、自分がいいと思ってるものの比較対象になる何か別なものなんですよ。だからなんだろうな、自分の好きなものだけ見てるとか、好きなことだけやってるだと同じところをぐるぐる回っちゃいやすくて、何か違うもの、異質なもの、絵とかでも好みじゃない絵を見た後で自分の好みの絵を見ると、どこが自分は好きなんでどこが好きじゃないのかに気づけたりするわけですよ。自分はこれを触っていてなんかそのことをすごく感じて、なのでこれは偽物の万年筆なんで別に偽物の万年筆を買うことを全然お勧めはしないですけど、何か自分がいいと思っているものの比較対象になるものに触れることで、今自分がいいと思っていたもの、あるいは自分が悩んでいることでもいいですよ。だから自分がうまく描けないと思って悩んでいる時に、他の人の描いている絵とかの中にそのヒントが眠っていたりとか、自分の絵っていうのは客観的に見るのがすごく難しくて、それは前に別なところでも話をしたけど、自分がうまくいってないっていうのは無意識のレベルで気づいてるんだけど、人間ってやっぱ自分の心が傷つかないように現実の認識を微妙に歪めてしまうので、うまくいってない時に無意識がそれに気づいててもうまくいってるっていうふうに錯覚することで傷つくことを回避しちゃったりするんで、だけどその時にもしかするとこんなふうに差に気づけることで絶対的に上達できるっていうことが分かっていたら、現実を直視しやすい、何かうまく描けている誰かの絵と自分の絵と冷静に比較して何か気づきを得るみたいなことができやすくなるかもしれないなとちょっと思ったりしました。また原稿を作らずに話したんで話があっちゃこっちゃにいった気もしますが、何かの気づきのきっかけに、なるような話になってってるといいんですけど、ということでした。ありがとうございました。ここではこの阿部義俊画報という方のこちらのチャンネルでは基本的には絵に関する、話とか、実際に絵を描いてみるとか、そんなようなこと、とにかく絵に関する話で、絵を見ることが好きな人も描くことが好きな人も何か参考になったり面白かったりするようなものを動画として発信できればいいなと思ってやっております。チャンネル登録、いいねなどしていただけると励みになります。ありがとうございました。ではまた別な動画で。ではでは。